あ、どうも、こんにちは。デミコです。ですね。これ何やってるかっていうとですね。サムネの写真を見ていただいたかなね。うん。サムネの写真に写ってたこいつです。えいや昨日一日かけてちょっとね、編み直したんですわ。ね。うん。いや、動画撮ろうかなと思ったんだけど、いかんせんこれがね、ちょっとね、いや、目論見通りではある程度あったんですけど、あれちょっとでかすぎんな、やっぱりと思って。うん。何作ってるかっていうと、まあこれ、レッグウォーマーなんですね。うん、レッグウォーマー。で、イギリスゴム編み。で、ブリオッシュ編みとも言うかな、これね。うん。こう、2色でやってる。2色で。うん。ブリオッシュ編みっていうか、このイギリスゴム編みっていうのは、まあ、昔ちょっと、やってた時期ありまして、初めてじゃないんですけど、2色でやるなんで、ちょっと今回初めてやってみたわけですよ。ね。ほいだらね、まあ、結構綺麗にできてんだけど、綺麗にできてるっていうのはこの脇のあたりね。でね、最初ね、いやいやいや、だからね、なんでこの動画を撮ろうかと思ったかって言うとですね、最初考えたんですよ。いや、ちょっと待って、レッグウォーマー編むのにさ、このサイズのさ、ワバリって私ないんだよね、と思ってさ。いや、でも、普通にマジックループでできんじゃねってやっぱ思うじゃないですか。ね。で、まあ、マジックループでできるはずだからと思って始めようかななんて思ったら、まあ、あんまりこのワバリでのマジックループでやるイギリスゴム編みっていう動画はないんですわ、言ったら。ないのよ、あんまり。うん、あんまりっていうかね、見つけられなかった。うん。で、普通にこの、だから要は K のね、大きい、例えば、スヌードとかね、まあスヌードも編もうかなとちょっと思ってんだけど、ふわふわになるからね、ふわふわ。ほんとふわふわなのよ、ふわふわ。で、それで、だから、なんていうの、スヌードぐらいのサイズになると、ワバリでそのまま一生編めるじゃないですか。で、そういう動画はあるんだけど、ワバリでイギリスゴム編みっていうやつね。マジックループでイギリスゴム編みってちょっとね、見つからなかったよ。でね、ちょっと動画にしとこうかなーって。まあ、編む時点でもうほとんど動画なんですけど、私の場合はね。うんうん。と思いまして、で、編んだんですわ。ね。で、思惑通りに行ったんだけど、いかんせんちょっとでかすぎるかなと。いや、もう、いや、ちょうどいっちゃちょうどいい。なんでこんなでかいサイズにしてるかっていうと、レッグウォーマーは、私、基本、冬は、あれなもんですから、ズボンなもんですから、まあ、一年中そうなんですけど、ズボンの上につけたいんです。うん。そう、ズボンの上につけたいんよ。うん、そう。で、まあ、もちろんズボンじゃなくてね、例えば、ぴったりサイズで作りたいっていう時のためにも、まあ、ちょっとお試しで編んでみたわけですね。ここだけサイズ違うわけ。まあ私ね、ちょっとね、足太いんよ。ふくらはぎ太いの。だからね、ちょっとデカめなんですけど。で、こんな感じで普通サイズのやつもちょっと今編んでるわけよ。でね、これ、なんでこれ同時に編んでまたこれ編み直してるかっていう背景にはですね、もう一つ理由がございまして、ですね、前置き長い前置き長いでももうちょっと我慢して。もうちょっと我慢して。日本から買ってきた系統を使ってるわけです。こちらですね。まあ、サムネにも映してたからあれだと思うんですけど、七色彩色。ね、大人の彩色。違うや。大人じゃなかった。大人気だった。大人気の彩色シリーズ、七色彩色、中細、上から上からだって。もう日本語はおかしいね。上からモチーフまで幅広く使える中細毛糸です。中細っつんだ、こういうの。本当日本のね、なんて何細、何太とかっていうの全然ちっともわかんないんだけども。これを、この前書いた時じゃなくて、その前に書いた時に買ったやつなの。それをね、まあ3玉ずつあったわけです、色が。本当はもっと欲しかったの。うん。本当はもっと欲しかったんだけど、うちが行った、私がいつも、いつもってかね、ここ帰った時に行ってるセリアは、その時行った時たまたまなかったんよね、あんまり色が。この色がなかったのかな。うん。で、3玉ずつにしたんだけど、まあ、前回ね、この前帰った時あったから買ってくればよかったなって、ちょっと今また思ってるんだけどさ。ほんで、これでなんか作ろうかなと思ってたけど、いかんせん6玉でね、中途半端で何ができるんかいなと思ってたところに、そうだ、レッグウォーマー作ろうと思って、やっぱり暖房を焚いてると、頭がぼーっとしてくるから、あんまり焚きたくないのね、足元の暖房。うん。部屋の暖房つけててもうすら寒いから、ついつけちゃうわけですよ、足元ね。でもそうすると、つけると、もう1分後にはあちっちタイムが来るわけ。で、あちっちタイムが来たと思ってこう消すわけ。でもつけたり消したりつけたり消したりを繰り返してるんで、それやるんだったらちょっと足元が寒いんだったらやっぱりレッグウォーマー必要だよねと思って、作ろうかなと。で、これちょうどいいんじゃないのって思っ
たわけですよね。で柔らかいし、で数的にもそんなにないから、じゃあこれで作ったらいいんじゃないって思った時に、じゃあ大きいの作ろうね。大きいのズボンの上からつけられるやつ作ろうと思って編んでみたら意外と使わなくて済むね。これで一玉ずつまだ全然使い切ってないっていうかね、これだから。でこれとこれ合わせて2玉なわけです。要は1玉ずつこれでこんだけ編めちゃうのね。結構編めるからやっぱり両方編もうかなと思ってて、そうサイズをね、でそれでだもんでまあその関係上また編み直したっていう話もあるわけですよね。こっちこんだけ大きいやつで編んじゃうとちょっと足りんかな。しかもすっごい長かったの。はっきり言ったら2杯よ、2杯膝まで隠れるぐらいのサイズで編んでたんだけど、そんなにこっちはズボンからの上だったらいいかなと思って、むしろこのピチピチサイズの普通サイズの方をやるんだったら2杯にしたらいいんじゃないのとちょっと思い直しまして、それで編み直したんです。はい、すいません、前置きが長くて。はい、というわけでね、今日はね何をやっていくかっていうと、つまりワバリのマジックループで編むイギリスゴム編みかっこブリオッシュ編み2色でやるよっていうね、なんかねもうてんこ盛りみたいになってんけど、それでちょっとやっていこうかなと思いますよ。はい。ってことはだね、なんだい、コードもう一個用意しなきゃいけないってことはね、これちょっとこのままキープしとかないといけないから、これはねあれですよ、手順通り予定通りでここでちょっと止めとくんですわね。これ動画上ちょっとね編集上ちょっとここで止めとかないとということなんですけどね。まあいいや、じゃあちょっと針ちょっとあれですわ、変えますわね。あと紐も持ってきますわ、紐ね。ちょっと待ってくださいよ。はい、というわけで針の準備ができましたね。今日使う針はね 4mm ね、4mm でやるんですけど、これちょっと 4mm ね、これ4mm ね、これも 4mm なんですけど、これ短いやつを使ってたの。最初ねやるのに短い方がいいかななんて思ってやってみたんだけど、まあ結局マジックループにするんだったら長い方でもね、これね使えるんで全然 OK だと思ってこれを出してきたんですけど、いつもは木の木製っていうか自然素材が好きだから、そういうのを使う私が珍しくこちらはね、これニットプロのやつですけど、同じやつ種類しかね、ニットプロのやつなんだけど 4mm のこのアルミのやつ、これをねいつだか買ったんだよね。今年入ってからだと思うんだけど、今回はこれ使ってやってる。なんか全然違うかなと思ったけど、やっぱ使い勝手はちょっと違うなと思うんだけど、このなんていうのかな、こう折れる心配がないっていうのはいいねそれはいいね。しかも私は前使ってたっていうか、まあ今も持ってるけど、もちろんねヒヤヒヤのやつで私が持ってるやつは先っちょ結構とんがってて、これ押すと結構痛いんだけど、これはそれほどでもないからね。まあ4ミリぐらいのやつでこのぐらいだったらまあ全然拾えるんで全然いいかなと。で糸割れもそんなにしなさそうな感じで、まあ使い勝手悪くないなと思ったんで、このアルミのやつもまあ悪くないなと思ってるんですけど、まあオレンジの糸とね、糸っていうかこの紐とね、青っていうのは、ね、反対色、ほぼ反対色っていうか補色っていうのがね、なんかあれだわ、色吉みたいになってんけど、さあじゃあ始めていきましょう。これ見てわかる通り、私、イギリスゴム編みをいきなり始めるのではなく、最初ちょっと普通の一目ゴム編みをしてございます。これは、履き口をちょっと締めたい、チロッと締めたいからという理由でございますけれども、でもこれね編みながらちょっと考えた。最後こう編む時に、いやどっちで留めたらいいかなっていうんで、実はこっち出来上がってたわけですね。サムネイルの写真を見ていただくと分かるように。で一目ゴム編み止めで終わりにしたんですけれども、この毛糸の性質上なのかな、分かんないんですけど、こうビヨーンと広がった時にですね、その後戻らないんだわ。戻らない。だから結局戻らないことを考えたら、そんなに最後のね締まり口がね、その伸びる伸びないってのあんまり考えなくていいかなと。実際これ普通のなんていうの、最初のね作り目普通の作り方でやってるんですね。それで十分、逆にこれの方が止まっていいぐらいの感じ。なので今日は作り目は一目ゴム編みをやってるんですけど、一目ゴム編みの作り目ではなくて普通の作り目でやっていこうと思います。はい。さあじゃあで色ですよね。色、これ表裏で表になってる部分をそのまま表で色で続けていくので、
表に出したい色の色から始めていきます。で、こっちですね。青ですね。うん。で、なので、なんていうの、1色でやる場合には別にどうでもいいんですけど、2色でやる場合にはね、表に出したい色を最初のゴム編みに私はしてます。まあ、それが自然っていうか、その方がいいと思うんだ。まあ、どっちでもいいけど趣味なんでねどっちでもいいとは思うんですけど、私はその方が流れ的には自然だなと思うので、こっちからやります。はい、じゃあご紹介します。白糸七色彩色、はい、さっき言いました中細で、なんだってカラーナンバーが37番、アクリル85%、ウール 15%、30g で111メートル、使用棒針4から6号、かぎ針3から5号。で、メリアス編みのゲージ、標準ゲージが23ミリの30段ってことか。ね。はい。で、もう一つの色がこっちですね。こっちか。36番。ね、36、37と。これね、紫もあるでしょ。紫も結構いい色だよね。私は好きなタイプの色なんだけど、まあ、しばらくはこっちしか使わないからね。はい。で、これ、ゴニョ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 っと、ゴニョゴニョゴニョってやって、ね、ゴニョゴニョゴニョっと。まあ、適当でいいんですけど、はい。なんか出そう、いっぱい出そう。適当でいいんですけどとか言いながらね、結構私は気にするんですよ。これはまた。もごもごもごっと。なんかうまく出なそうだな。結構出ちゃいそうな感じがするんですよ、今日ね。うん。今日はね、ちょっといっぱい出ちゃいそうで。やばい。出た。まあいいか。はい。じゃあ、これでやっていこうと思います。端っこさんください。これで。はいよーん。はい。まあ、出てきたからいいとするか。はい。はい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 。はい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 。はい。で、大体、これがですね、私、一周が、測ったらいいね。このボヨヨンと縮まった状態で今測っても何の意味もないと思うんです、実はね。広がって履くものなんで。で、広げた時にですね、まあ、大体、私、足が太いんで、これで言っちゃうと足の太さがバレるんですけど、まあ、バーンと広げて20センチ。このぐらいでふくらはぎは余裕で入ると思います。はい。ね。なので、このぐらいで、今縮まってる状態で、どんぐらいになるの？縮まってる状態で15センチ。はい。そんなもんなんですけど、で、広がった時にここは20センチぐらいになるのがいいな。そんぐらいだったら余裕で入るなっていう。結局、ピチッとあんまり履きたくないんだよね。ゆったり履きたいんで、ルーズソックスのようにね、履きたい人なんで私はね、大きめにしてますけど、もしこれ編みたいっていう人がいたらね、レッグウォーマーを編みたいっていう人がいたら、まあ、自分のサイズに、お好きなサイズに合わせてもちろん取ってくださいね。で、お好きなサイズの、まあ、だいたい3倍ですよね。3倍。3倍に、こう手前の糸端を取って、で、まあ、結びます。これ結び方はね、どうでもいいんですよ。結ばなくてもいいんですけど、結び方は、まあ私は基本的には、ね、こっからこう、取って、ね、引っ掛けて、こっち側から取って、グリンと回して、ここの穴からこっち側取って、まあこうですよ。はい。これでいいんです。はい。で、そしたら、こいつを入れて、はい。で、ですね、この、普通の作り目をするときに注意しなきゃいけないのは、引っ張っちゃいけないってことね。糸を引っ張らずに自然に引っ張らないぐらいでこう止まる感じ。緩すぎてもダメなんだけど、ちょうど締まる感じ。これでもう全然 OK です。はい。ちょうど締まる感じで、糸を引っ張って伸ばさないぐらいのちょうど引っ張る感じ、引っ張るじゃない、ちょうどこうやってこのぐらいのふんわりなので、これをね、目を取るとき、かなり気をつけた方が、ここは結構気を、使った方がいいと思います。ゆっくりでいいんでっていう感じでね。綺麗に仕上げるっていうか、履けるようにね、ちゃんとね、足が入るように仕上げるのは、やっぱりちゃんとこういうとこでしっかり気を使わないといけないので、こういった感じでゆったり、引っ張らないように、糸が自然のその伸びない状態でピタッとくっつくぐらいの感じでいいと思います。はい。これで、ですね、この私の場合は56目か。ね。56目なんですけど、端っこの糸をこう、なんつうの、反対側に渡して取っていくので、一目プラスで作ります。でも私はいつも数え方としては、最初の目を数えないで、ね、これ1個入れたやつを数えないで、で、そこから必要な目数をこう入れていく感じですね。そうすると必ず一つ多くできるわけだからね。で、今いくつよ？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16ね。で、17、
18っつってね、なんかこうやって目を作ってって、ね、目の作り方、そうか、目の作り方を教えなきゃいけないね。目の作り方は、こう、糸端の方を親指の方に引っ掛けて、こっち側、糸の玉の方は人差し指に引っ掛けて、で、針を左側、親指のかかっている外側に来ているところの下から入れて、ね、糸がこう来てる外側から、一番外側から下に引っ掛けて、人差し指側にかかってる糸を手前側からこう引っ掛けて、ね、手前側、こうなってるところ、手前側から、向こう側から手前にこう来るように、上から引っ掛けて、親指の穴を上から通す。で、ピューっと。こっち側、下から入れて、上から人差し指側を引っ掛けて、親指の穴のところを上から通す。ね。これですね。はい。これで OK です。はい。これが普通の目の作り方かな。普通っていうか、一番一般的なやつですね。はい。もう一回買わせないと分かんなくなっちゃった。はい。喋ってると分かんなくなっちゃうね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。はい。22、23、24、25。はい。こういう感じでゆったり。糸がこう引っ張らないね。引っ張らないように糸をふんわり。だけど、その穴が開いてるようじゃダメなんで、ぴっちり。一応針にはきっちりくっつける感じ。これはね、でもね、普段のその編む時もこれで全然 OK だと思います。はい。これだったら、あんまりなんていうの、引っ張られない感じになるんで、はい。これで、こういう感じで、必要な目数を入れてったらいいと思います。で、今回イギリスゴム編みのその、マジックループでやるときに、やっぱり楽なのは4の倍数の数字でやるのが楽で、2の倍数ってだけだと半分に割るから、半分に割ったときに奇数になっちゃうと、なんていうの、この端っこの渡るところがこっちとこっちが逆になっちゃうじゃないですか。そうするとごっちゃになっちゃうっていうか、一緒に統一した、大丈夫だっていう人はいいんですけど、そうじゃない人、同じに統一したければ4の倍数の目数でやるのが楽だと思います。はい。なので私は56目。なので56目を、これね、取っていこうと思いますよ。はい。じゃあ、ちょっと56目取ってきます。55。56。はい、56。56目できました。これで56目になってると思いますが、一応確認しますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56。はい、56目。ぴったんこでございます。はい。で、ここで、マジックループにしていくんですけど、Y にしていくんですけど、まず、後ろ側からね、こっち側から半分の数字を取ります。私の場合は56なんで28ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28。はい、28、ここ。で、28、ここですね。28、ちょっとこうやって。で、ここにちょっと、こう真ん中入れといてね。ね、これ入れると楽にやれるから。で、ちょっとこうやってね、むぎゅむぎゅってやったら、ここ引っ張ればいいんです。ここ引っ張って。あんまり強く引っ張るとね、あれだから、ここをちょっと注意しながらね、はい、ちょっと引っ張って、これ入れといた方が引っ張りやすいですよ。はい。はい。で、こうしといて、で、あとは、ねじれてないか確認して、ねじれてない、ねじれてない、ねじれてないね。はい。ねじれてないと思います。はい、大丈夫です。で、そしたら、むぎゅむぎゅむぎゅっと先っちょの方にね、こうやって先っちょの方に持ってきて、で、注意しなきゃいけないのは、ね、このなんつうの、こう糸がついてるとこの目をこっちに移動するんですけど、その時にこいつを持っておかないと外れちゃう、ね、溶けちゃうんで、せっかくこの編んだ、なんつうの、かけた、あれが外れちゃうんで、こいつはしっかり持っといて、ね、外れないようにちょっとどっかで押さえとく。で、そしたら、何でもいいんですよ。針の方がいいかな。針の方がやりやすいと思うんだけど、これを、こいつをこうすくって、下からね、下からこう入れて、もうどっちかでもいいですよ。
どっちかでもいいんですけど、こう取ったらそれをそのままこっちに移します。ミヨンと。ほらこうやって外れちゃうね。気をつけないと。よしよし、これ外れちゃったね。気をつけて。はい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 、戻して戻して、はいはい。でこうやって移動しますね。で移動した時にこの人をとにかく離さないようにしないとね。でうまいことこっちに、はい、こっちに引っ張っといて、右で引っ張ってもいいし左でここで押さえてるでもいいけど、とにかくこいつが悪さしないように、外れないようにちょっと引っ張っといて、でここに今一目移動したので、こっち移動した目とこっちにくっつけた最初の目ね、今移動した目とその次の目、こっちを一緒に編んできます。まず最初で、最初は一目5回りなのでね、これ編んでいく方と逆の方をこっちに抜くんですよ。逆に抜いたら意味ないですからね。はい、こっちに抜いて、で2目を一緒に最初編みます、ね、糸を割れないように最初だけは気をつけて、でこっちね、表目で今編んだんで、こっち一目5回りなんで、こっちは裏目。私のちょっと手の運び方はおかしいですけど、はい、気にしないでくださいね。はい、でこっちが表、はい、でこうしとけばいいな。で裏っつってね、はい、で表裏、なんだ表裏ってなんだよってわからない人向けに一応やっておきますか。はい、表目裏目っていうのを繰り返してこうやって5回りとするんで、表目は針がかかってるところのこっち側、手前側から下からグッと刺して、左からですね、左からループの中に針を入れて糸を引っ掛けて抜く。裏目はループの右側から針を入れてね、糸を手前にしといて、この編む糸を手前にしといて、ループの右側から入れてこれを引っ掛けて、上から引っ掛けて抜くとね。表編む時は糸を後ろにしといて、左から目に入れてかけて通して抜く。裏は糸を手前にしといて、右側ループの右側から針を入れて糸をかけて抜く。はい、これの繰り返しですね。一目5回り、これで編んできます。で今一生懸命くっつけてやったにもかかわらず、なんとなく離れてる気がしますが、それは後で修正できるので大丈夫です。はい、後でちゃんと糸処理する時にくっつきますんでね。はい、で表、はい、裏表裏、こんな感じでちょっと一周編んでいこうと思います。はい、一周だけどちょっと待ってね、マジックループだからね、一応この端まで編むかね、端まで編んでいきます。で裏、はい、でここまで編めました。ここまで編んだらひっくり返してね、先っちょを右側にして、こいつをね、これは別に外れてももういいです。はい、でこっちをむぎゅむぎゅむぎゅと戻してあげるとね、戻してあげて、はい、戻してあげて、はい、こうですね。で糸、ここ注意しなきゃ、ちょっと注意した方がいいところなんですけど、ね、こうした時に糸がこう来ないようにね、糸を真ん中からこう、なんつうの、すでに編んだところ、これから編むところ、こういうふうに内側にした時に糸がこういう方向になってると思うんですけど、これがこうならないようにね、とりあえず今はね、こっち下に垂らした状態で、今度こっち側を編みますね。今編んできたところはこっちなんで、こっちの針を前の方にして抜きます。はい、抜いて、でこの糸どこから通すのって話なんですけど、これ真ん中、2つの真ん中を通した方がいいですね。はい、2つの真ん中から通して手に巻いて、はい、で編んでいきます。はい、こっちも表裏ですね。はい、表裏表裏、これの繰り返しで端っこまで編んできます。はい、ここまで端っこまで編みました。これで一周編んできましたね。でそしたらまた
針先を右にして、こっちをむぎゅむぎゅむぎゅっと戻していきます。で、これで一周してきました。で、こいつね、こいつ下に置いといて。で、この人も下に来るようにしといて、こうやってね、自然にね、来るようにしといて、で、この糸端はこっち残しておいてもいいけど、分かりやすいように編んでいくときには、マジックループはね、こいつ、今編んできたやつ、これから編む糸、ね、これ玉の方、こっち真ん中からこうやって通しておいた方が、いいと思います。はい。で、こう通して、ね、こう、降りてるときに、こう自然な方向でこう見て、絡まったりとかしてない状態で、真ん中から通してこっちに持ってきといて、で手にかけて、はい。でこっちでまた今度編んでいくのがこっちなんで、糸が残ってる方がこっちですね。糸が残ってない方を編むんでね、こっちの針を引き抜いて、でまた表裏、はい、裏がぎこちないですけど、まあこれ私の仕様なので裏はぎこちないんです私。はい。でこれで表裏とどんどん編んできます。でこれを10段全部でとりあえず1目ゴム編みを10段します。はい。じゃあちょっとチャカチャカこのまま10段編んでいこうと思いますね。今日はね1目ゴム編みのあれじゃないからね、基本的にはねでもえらい時間使っちゃったような気もしないでもないけど、はい。でこんな感じでね、はい。表編んだところに表、裏編んだところに裏っていう形で入れていきます。基本的には表裏と入れていけばいいようになってるんで、はい。これで1目ゴム編みを10段全部でしていきます。ちなみにこの渡ってるところね、こう編み終わったじゃないですか。編み終わって渡ってるところ、次こっちまた行くじゃないですか。ここね、この間どうしても広がっちゃうよっていう人いるかと思うんですけど、広がらないようにするコツってその人それぞれだと思うんですけど、私の場合はですね、ここに持ってきた時にちょっとこれをこっち側に引っ張ります。少しこういう感じでね、ダブル目にするみたいな感じでちょっと引っ張ります。はい。でこっち抜いて編み始める時に1目目はまあ普通に編んでね、あんまり気にしないで。重要なのは2目目。2目目を編む時にこう引っ掛けた時にちょっとねテンションかけるんですよ。ね。テンションかけてこうやってやった時にテンションかけて、そのグッと引っ張りすぎないようにはするんですけど、少しいくらかテンションかける。で調整する感じ。であとこの辺でもちょっと少し気持ちきつめ。この辺はもう本当にその人それぞれのコツなんでね、わからないんですけど、私はなんていうの、こっちに移った時に1目目よりも2目目3目目ぐらいまでちょっと気にしてちょっとテンションかけつつ編んでいく感じですね。そうすると私の場合は間のそのなんていうの、割れたりっていうのが軽減される感じになるので、なんだろう、引っ張りすぎてもダメだし、かといってそのまま気にしないで編んでると私の場合はちょっと広がり気味になるんで、やっぱり少しテンションかけるっていうのを意識した方がいいんじゃないかなと思いますよっていうことをちょっと編みながら思い出しました。はいはいはい。ということなので、はい。じゃあ続けて10段編んでいきます。全部でね。はい。はい。というわけで10段編んでまいりました。はい。10段編んだところで、ここで2色になっていくわけですけれども、さあどうしようって話ですね。はい。さあどうしよう。どうするかっていうとですね、出すか。ね。糸出しましょう。ね。またもごもご出さないと。はい。もごもご出しますよ。もご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 。はい。で、もごもご糸を出したところ、端っこどこさね。端っこどこ？はい。端っこを見つけました。はい。というわけで、じゃあ、ここで2色にしていこうと思うんですけど、さあどうやるかっていうとですね、まず糸を手前に持ってきて、このようにね、手には引っ掛けといて、このように手前に置いときますわ。ね。結構な長さを取っといた方が安心です。はい。まあ10センチ、15センチぐらいはね、10センチぐらいあったらいいかな。まあ糸処理する分ですね、要はね、取っといて。はい。で、編み進んでいく方はこのまま普通に編み進んでいくので、こっち側に糸、今編み終わったのがね、こっち側にあって、ね、糸こういうふうにくっついてるでしょ。はい。で、
手前に糸をこう置いといて、親指かなんかでちょっと押さえといて、で後ろがこっちですね。今度編んでいくのは手前の方だから、後ろの方を抜きます。はい、抜いたら最初どうやっていくかっていうと、まずは基本的にイギリスゴム編みっつうのは、要は編むところと掛け目をするところがあるわけですよ。でそれが裏表2周して1段編める感じになるんですね。言ったらこの私がこうやって表でこうやって1234って数える時のこの1段って何かって言ったら、表側と裏側を編んで初めて1段になるみたいな感じなんですよ。なのでこうしかも今日2色でやるからね、ちょっとややこしいかもしれないんだけれども、でどうやっていくかっていうと、これ裏の糸になるんですけど、裏の糸ね、裏の色の方の糸になるんですけど、表目は編みません。表目は編まずに、まず最初右側から針を入れて掛け目をします。最初掛け目ね、裏を編むように右側からね、ループの右側から針を入れて掛け目をします。で糸がこっちにあると想定して掛け目をするので、こう持ってたらこう糸裏側からね、上にこうかける感じでこう掛け目をするわけですね。こう掛け目をして、でここ裏目なので裏目をそのままこの糸で編みます。裏目を編む。同じようにここ表目の糸は刺してかけるだけ、掛け目するだけ。右側からかけて糸は手前に持ってきといて、ぐっと刺して掛け目をして、ここは裏目なので裏目を編む。同じように表目の方はブスッと刺してね、裏を編む糸の場合ですよ。裏を編む糸の場合、表目は編まずに進んでいきます。裏を編む糸の場合は表は編まずに、表の、目は編まずに掛け目をするだけで裏目の方を編む。こうやって糸を入れてきます。で最初にこっち側にこう来てなきゃいけないんで、でも何かやってるとこうやってペローンとなっちゃったりとかするんで、この糸は次の段で掛け目をした状態で編まなきゃいけないので、ここ取っとかなきゃいけないわけですよね、この掛け目の部分を。なのでちょっと補助的にこれが動かないようにするために、私はこのどこでもいいんですけど、後で糸処理をする時にちゃんとやるんですけど、とりあえず私はちょい1個下の段のところにこうやって入れときます。これは臨時でっていうか、こう一応作業する時に便利なようにしとくだけなので、これをこのまま放置するわけじゃないんですけど、糸が止まってる状態にするためにこうやって入れときます。はい。でそれで表目の時は掛け目で、裏目の時は編む。これは裏を編む糸なのでそうします。裏を編む糸なので表目はかけて裏の編む。表目はかけるだけ、掛け目をするだけで裏は編む。これの繰り返しですね。表目、糸は手前持ってきといて、表目をする時も裏目を編むように針を入れてかけて、そのままかけて、そしたらその状態でこれが外れないように押さえながら裏目を編む。分かりやすくっていうか、外れないようにするためにはもう針を入れた時にこのかける糸と一緒にもう押さえちゃうと外れないから。でその状態で裏を編む。まあ外れた時の対処法はもちろんあるんですけどね、こうやって私はブスッと刺して押さえながら外してブスッと入れてそのまま編む。表目は掛け目をして裏目を編む。これは裏を編む用の糸です。表目はかけるだけ、裏は編む。表目はかけるだけ、裏は編む。表はかけるだけ、裏は編む。はい、こんな感じですね。でまた同じように針を入れ替えていきます。でこの時この糸は同じようにね、
下にある状態、この状態のまんまで OK です。で次表目なので掛け目になりますね。そうするとどこに糸運びをしなきゃいけないかっていうと、まあこうやって持っても同じことなんですけど、こうやって持っていただいてもいいし、もう最初からこうかけちゃっててもいいんですけど、結局かけることになるんで、でこう持って、でここをまたこうやってやらなきゃいけないわけですよね。で掛け目をしなきゃいけない。掛け目するには糸がこっちにないといけないので、こっちですね、手前ね、手前にないといけないので、糸を手前にかけた状態でまた刺して、で掛け目をして裏目を編む、掛け目をして裏目を編む、掛け目をして裏目を編む、こんな感じ。とりあえずこれで1段編んでいきますね。とりあえずこれで1段。はい。で最後の目裏目1つ編みますね。1つ編んだ。はい。でこれで最後になりますね。1段編めました。はい。でミャ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 ーンと戻してって、でこの時糸運びを注意しなきゃいけないんですけど、とにかく2つの糸、こっちありますね、茶色の今編んできた糸、これとこれがこんがらがんないように、ねじれたりこう重なったりしないような位置に常に置いとく。で次は糸を変えます。今度表目を編んでいきます。表目を編んでいくので、こっちブルーを取ります。はい。ブルーを取って1段目、最初の段なのであんまり気にしなくていいんですけど、こう真ん中に通してもらってね、2つの真ん中に通してもらって、で持ってもらって、でこいつは引っかかんないように、ねじれたりこうなんていうの、引っかかったりしないように、クロスしたりしないようにこっちに置いといてあげますね。はい。で青を持ちます。でこっちの段はどうしていくかというと、ね、これも緩まないようにしといた方がいいかもしれないんだけど、まあ引いて、でそうするとさっき掛け目したのが一番最初にあるんですね。掛け目したので、こっちは編んだところなので1つしかないですね。2つかかってるとこ、掛け目したところを今度編んできます。表目なので掛け目したやつを一緒に編みますね。一緒に編んで、でここ1目しかない、1目しかない裏目なので、これは表を編むところなので裏目は編みません。裏目は引っ掛けて同じように掛け目で糸を向こう持ってって、ここは掛け目、前段で掛け目したところなので2本一緒に編む。で裏目は編まずに同じようにやっぱり右側から左に入れて掛け目をする。でそしたら表目は表目を普通に編むように2本一緒に編む。裏目は掛け目をするだけ。表目は2本一緒に編む。裏目は同じように掛け目をするだけ。そして表は 2本一緒に編む。はい、こんな感じですね。ここはこんな感じで編んでいきます。で基本的にはこの繰り返しなんですけど、この何がこのマジックループで難しいかっていうと、糸の運びなんですよ。やっぱり編んでるね、こうやって編んでる途中は別に大したことないんですけど、この脇っちょね、端っこの部分のその糸の運びがめんどくさいね。で今2本一緒に編んだから裏目だから、裏目は掛け目をして表目を一緒に編む。裏目は掛け目をして表目は2本一緒に編む。はい、これで端っこまでいきますね。端っこに行きます。ここです。まずここ、はい、第一関門でございます。はい。でここは1本なので掛け目なんですけど、掛け目っつったってかけてもこう抜いちゃうから、あらやばい、分かんなくなっちゃうって感じなんですけど、まあ心配はしなくていいです。外れようが外れまいが大丈夫です。まあ、外れたとしますね。大丈夫です。はい。外れたとしても全然お構いなしです。っていうのはですね、普段マジックループで編む時って、この糸が変な方向にかかったりとかして変な掛け目になったりすることありませんか？靴下なんか編んでて、あれ掛け目になっちゃってるっていう時が
そういう時っていうのは糸がこっちからこう来ちゃってる時なんですね。普通編む時は真ん中、ね、これがこう来ないように、結局はこの編み目を見るとわかるけど、こういくわけじゃないですか、編み目が。こういかないわけですよね。編み目こういくんで、なので真ん中に落としといて、次普通に編む時は真ん中をこうやって真ん中に持ってって編むと、こう絡んだりしないんですけど、ここは掛け目をしなきゃいけないとこなので、表を編んできて、その端っこね、最後の一目、ここ掛け目をしなきゃいけないとこなので、ここはあえての向こう側からです。はい。糸を針の向こう側から持ってきておく。うん。こっちじゃなくて、向こう側から持ってきておく。これは表。表を編んできた時の一番左端の目ですね。はい。ここがこうなります。はい。で、こっちから糸を手にかけて、向こう側から糸が来てる状態にした状態で、また同じように表で裏は掛け目。表を普通に編んで、裏は掛け目。表で掛け目。表、掛け目で編んできます。で、これね、表で編んで、裏のこの裏で掛け目拾うときに、時々ね、こいつがね、この目の下に隠れてたりとかするんで、探してね、ちゃんとね、はい。慣れないうちはちょっと、あれっつって目を見失うかもしれないんですけど、まあ、慣れましょう。慣れましょう。はい。で、掛け目、表、で、掛け目、表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 。はい。で、最後一目になりました。ここね、掛け目。本来だったら掛け目をするとこですね、最後ね。で、こうして掛け目をしたところで、やっぱりさっきと同じで、外れる可能性があるわけです。だけど、ここは別にいいです。外れても。このままで。はい。次、色替えのところは、このままでいいです。はい。全然気にしなくていい。この落ちたまんま。むしろ、この方がこんがらがらないので、ここにあった方がいい。前に置いときます。こっち側にね。で、また今度こっちを持ってきますね。で、こっちを持ってくるときは真ん中から持ってくる。ちょっとね、慣れるまでややこしいかもしれないけど、こいつは、裏目の場合は必ず真ん中です。はい。必ず真ん中。表を編む時だけですね。こっちからかけるとかっていうのはね。裏の時はこっち側。内側っていうかその真ん中からで全然 OK です。で、真ん中に置いといて、で、またこう引きますね。引いて、で、最初、同じことやればいいだけです。最初、掛け目をしました。ってことは掛け目しなきゃいけないので、こっち持ってこなきゃいけないわけですね。下から持ってくる。ね、こっち側。で、目をかける。糸を前に持ってきた状態で、裏を編むときはまず最初の目が表目なので、表目は編まずに掛け目をして、そして裏目を、はい、裏目を編む。ね、ここ2本になってるから。最初は1本しかなかったけど、今はもうさっきね、こっちの糸で掛け目してるんで2本になってるんで、2本に、基本はここまで来るともう2本になってる方を編んで、1本の方に掛け目をする。掛け目をする方向は常に一緒です。表編もうが裏編もうが、掛け目する方は常に一緒。糸を前に持ってきた状態で目の右側から針を入れて掛け目をする。これはもう表にしろ裏にしろ一緒です。で、あとは二重ね、2本になってるところを表で編むか裏で編むか、裏のところは裏で編む、表のところは表で編む。それだけですね。はい。なので、慣れたらそんなに難しくないと思います。でも、輪で編む。そしてさらに、マジックループでってなると、ちょっとややこしいところが出てくるんですけど、でももうそれもね、結局は慣れなので、慣れたらそんなに、難しくはないんじゃないかなと思います。はい。はい。で、これはもう掛け目で編む。掛け目、編む。掛け目、編む。はい。こんな感じで、じゃあ逆サイドの方まで
全部編んでいこうと思います。はい、掛け目、ここ端っこまで来ました。掛け目をして、裏目の場合は普通に編めますね。ここね、まず半分ですよ。半分、こっち最後の目は普通に編めますね。普通に編めて落とせます。はい、そしたらひっくり返します。はい、で、最初から私はこっちにこうやってかけちゃうんですけど、かけといて糸を手前の方に出しといた状態にしてね、出しとく状態にして、でこっちを抜いて、でそしたらまた掛け目をして裏を編む、掛け目をして裏を編む、掛け目をして裏を裏を編む。はい、じゃあこんな感じでちょっとこれの端っこまでいきますね。掛け目をして裏、掛け目裏、はい、で掛け目、はい、最後2目残りました。でこれは裏を編んできたところの最後のところですね。裏を編んできたところの、一周してきた最後のところ、ここ気をつけなきゃいけません。はい、まず掛け目はね、残り今2つになってると思うんですけど、掛け目をしてこれいいですよね。で裏編もう、あれ1本しかない。編む時は2本だったよね。あれ1本しかないけどどうすんのってなるんですけど、ここでここ本来はかかってたはずの表目がここに出てるんですよ。ピローンとね、ここにこいつですね、かかってないわけですよ、こいつが。なのでこれをかけてあげます。なんとなく半分かけて向こう側にこう持ってってあげます。こうやって糸をで押さえた状態ね、今手でかけてあげる。手でかけてあげて、とにかく二重になってるのを編むわけだから、あれ最後裏で編んできたやつ最後1本しかないっていう時はここにあるはずです、表の糸が。でこの表の糸をかけてあげて、右手でも左手でもどっちでもいいけど押さえてあげて、でこの状態、かかった状態、こういうかかった状態でここね、これちょっと外すけどね、この表の糸を自分の手でこっちにかけてあげて、でかけてあげた状態、この状態ですね、この2本にかけてあげた状態でこっち側から針を2本入れます。2本入れます。はい、でこの状態で編めばいいわけですね。裏をこういう感じ、これだらーんと下がってるはずなんで、最初は下がってるはずなんで、ここで刺した時に私のやり方としては刺してこれかけてあげるんですね、こうやって。そしたら右手でピュッと押さえてあげて、右の手でね、でその状態でこれをこうですね、こうなってて、でこの状態で編んであげます。編んであげる時にこう押さえて、でこうですね、こういう感じですね。そう、左手で押さえる方がいいのか。私はその時にパッパッパッパやっていっちゃうから、ちょっと今よく分かってないんだけど、覚えてないんだけど、右手で最初押さえてくんだわ、こうやって。でちょっとこう針を持ち直して、糸を持ち直してこっちで押さえてあげたらいいね。左手で押さえてあげて、でここを2本一緒に通してあげる。これがかかってないと一つになっちゃうんで、これをかけてあげればいいですね。左手でかけてあげてもいいね、これでね。左手でかけてあげて押さえて、この状態で編む。これを忘れないようにしないといけない。これをしないとおかしなことになるんで、ここだけかな。これが一番あれじゃない、難しいんじゃない。あとは糸運びだね、とにかく。で次、今こっちを編んできましたね。裏目を編んできたので、次青にするんですけど、青い方を編むんですけど、あれ青い方、ちょっと待って、どっちからどっから針持ってくれば、針っていうか糸持ってくればいいのっていう時は、迷った時は真ん中両方通してください。真ん中に両方通してあげる。糸をこうやってこっちに、針と針の間に糸を通してあげます。そうするとこういう感じになってると思うので、今度編むのはこっちの糸です。なのでこっち側の今編まない糸は落としてあげて、こっち側に。で今から編む方の糸を指に
手にかけます。はい、こうですね。だからとにかく交差しないように、そして糸運びがどういくのか分かんなくなったら一度真ん中を通すことをおすすめします。はい。ただ1点注意しなきゃいけないのはこいつですね。こいつが逆側、逆サイドに行った時、掛け目をして渡らせないといけないので、その時だけはこっちに来る。一番最初編む時、糸を変えて編み始める時には内側からでいいんですけど、こっち側でね、むしろそうじゃないとおかしなことになるんですけど、真ん中から最初編み始めの時は真ん中で普通に表を編んで、で裏を掛け目にして、表を編んで裏を掛け目にしてって、こういうふうに編んでいきますね、最初ね、表目の場合は。はい。で端っこまで編んできました。端っこ最後はこっちから一応かける感じで、気持ちね、かける気持ちで抜いてあげます。かける気持ちで抜いてあげます。はい。でも別に外れても全然 OK。で最初はね、糸がねこんがらがるなと思うけどね、最初気にしないでください。はい、気にしないで。でこうやってブローンと落っこっちゃってても大丈夫だからね。で気をつけなきゃいけないのは、だからここね、間のところ、ここの往復で編んでくるところのこの変わるとこですね。最初じゃなくてここ変わるとこ、逆サイドね、最初の編み始めの逆サイド、表で編んでる時ここを注意しなきゃいけないね。糸運び、ここはこっち真ん中じゃなくて向こう側から糸を通してね、糸を持ってきてあげる状態で編まなきゃいけない。はい。なので言ったらいつもはこう来てるところをこうやって取っていくところをだらんと下げた状態にしといて大丈夫です。抜いて、で向こう側、こっち側からこうぐるんと回してあげる感じ。糸を向こう側からこうぐるんと回してあげる感じで糸を拾います、取りますね。こう向こう側から糸が来た状態、それで編んでいけば OK。 はい。表を編んで裏を編むじゃないよ、裏を掛け目で表を編んで裏を掛け目、こんな感じですね。この繰り返しです。ひたすらこの繰り返しね。わかんない人はちょっと見返してくださいね。はい。こんな感じでずっと編んでいくわけです。はい。表裏、はい。でいいの見つけました。はい。で目が落ちてる時があります。目が落ちてる時があるんですけど、目が落ちたの見つけました。はい。でここは最後最後の方なんですけど、こうかけた時にあれなんか目がおかしいなっつって、目が落ちてるなと気づいた時ね、ここに目の前にこうやって大体通ってるんですわね、落ちてるんです。なのでこいつは落ちた場合にはこう拾ってあげて、これはねおいおいねまた出てくるかと思いますけど、今はそんなに気にしなくていいっていうわけじゃないけど、とにかく目が落ちないように注意してね。落ちてるなと思ったら戻るのが一番いいんですけど、落ちてるなと思ったらわっちゃーとならずに、よーく考えれば今みたいにここを引き上げるんだなっていうのが多分そのうち分かってくるとは思うんですが、最初の頃は落ちないように注意をして編むことをお勧めします。慣れたら落ちてても別に掛け目がね落ちてても拾える人は拾えると思います。はい。でどっちがどっちって分かんなくなったらこうね真ん中に通して、で次は今表を編んできたから裏を編むってことは茶色い方だとね、茶色い方だから、そしたら糸がとにかくこんがらがらないように、交差しないように、ねじれないように、この糸はこっちに置いといてあげて、こいつの今度裏なので裏の糸だけを持ってくる。でこいつは下に置いといておとなしくしといてねという感じでこうね、こっち置いといて、はい、こういう感じで編み進めていけばいいんじゃないかなと思います。ちょっと難しいかもしれないけど要は慣れです。はい。動画何度でも見直してもらって分かんないとこね。なのでそうやってやってってもらえればいいんじゃないかなと。はい。でこれ裏なのでね、今私は手でやったようにもうこっち持ってって、でこれで掛け目をして裏目を編む、掛け目をして裏目を編むね。
掛け目するとこは1本ですからね、表目1本になってるはずなので掛け目をして、裏目は2本になってるはずなので2本をね、2本を編む。掛け目をして裏を編む。掛け目をして裏を編む。はい、この繰り返しです。じゃあずっとこれでね編んでいきましょうね。編んでって、で私はなので何目だ、何段だ、何段編むんだっけ、1、2、70段かな。はい。70段全部で編むことになりますね、これね。はい。じゃあこれ、違う。70段。これを編んでいきたいと思います。とにかく表目と裏目を編んで1段みたいな感じです。なので、ちょっと時間はかかるかもしれないけど、かかるような気もするけど、でもまあのんびりね、編んでいけばいいんじゃないかな。はい。はい、これで半分終わりましたね。はい。そんな感じで、じゃあ70段このまま編んでいこうと思います。はい。というわけで、70段編んでまいりました。はい。あ、そうですよ。70段編んだんですよ。70段編みました。はい。はい。まあ、気にしないでください。はい。気にしない。70段編んだので、はい。じゃあ、次ね、70段編んだところでどうするのかって、いうことなんですけれども、気になる？そうですよ。だからここで止めたんですよ、さっき。ね、さっき編み始めたのこれ。ね、さっきまで編んでたのこれ。で、70度編んだのがここ。もうサップクッキング方式だ。はい。というわけでございます。はい。で、ここまで編めました。はい。ここまで編めましたら、最後はどうしていくかっていうと、これ繋がってるから切らなきゃいけないんだけれども、ね、こいつをちょっとちょん切って、この茶色い方は、ね、裏目の方の茶色い方は終わったから、これちょっと糸処理できるぐらいにちょん切っといて、はい。と言ってもね、こっちにくっついてるんでね、あれなんですけど、どっちにしろほどかなきゃいけないのほどかなきゃいけないからあれなんですけど、はい。で、これはちょっと放置ね、ちょっと放置しといて、で、放置するのもちょっと、内側に入れといて邪魔にならないようにしといて、目がね、緩まなきゃいいだけの話ですから。はい。で、そしたら、最初の編み始めたこっちと同じように、また一目ゴム編みを最後10段入れていこうと思います。はい。で、一目ゴム編みする際にはね、もうね、いつもの通り、この持ってく糸はもう必ず真ん中なので、はい、真ん中に入れて、はい、こうやって真ん中に持ってきてもらって、間にね、真ん中っての間ね、2本の間。で、そしたら、表、こっち表ですね。表、編んで、で、ここ裏まだ2本残ってるけど、裏編んで、で、表1本なので、表を普通に編んで、裏は2本一緒にそのまま裏編みをして、表、おっとと、はい。はい、表、裏、表、裏、表、裏とこういった感じで、一目ゴム編みをまた10段ここでしていきます。はい、裏、表、裏。はい、というわけで10段編んできました。はいはいはい、編んできましたよ。で、10段編んだのでここを閉じていくんですけど、今回はなので最初に説明した通りにあれですね、何でしたっけ、伏せ止め、普通に別に伸びなくってもいいかなと思います。下手に伸びる伏せ止めをしちゃうとビロローンってなって広がっちゃうんで、この特にちょっとそんな雰囲気があるんで、普通に伏せ止めをしてきます。その代わりちょっとゆったりね、伏せ止めもちょっとゆったりしていく感じで、ちょっと待ってね、大丈夫かな、大丈夫だね。はい。なので伏せ止めを普通にしていきます。はい。なので伏せ止め、表は表で普通に編んで、裏は裏で
編んで、まずね2目編んだところで1目目をかぶせる。ゆったり。はい。で表編んで、手前の最初に、先に編んだやつをかぶせる。はい。で裏を編んで、先に編んだやつをかぶせる。なるべくそうだね、引っ張らないように編むのがやっぱりいいかなね。でそれでゆったりかぶせて、糸が張らないように編んでかぶせる。結構やっぱりこの糸はふわふわ系だし、まあもともと毛糸って結構そこそこ伸びるんで、そんなにねすんごいゆったり編まなくてもかぶせなくてもいいような気はするんですけど、でね、でそれでとにかく引っ張らないでね、引っ張らないように糸がこうなんていうのかな、引っ張った状態に編まないようにゆったり編んで、でかぶせていく。はい、こんな感じで一周かぶせていこうと思います。はい。で最後まで来たので、はい、最後まで来たところ、どうしようかな。ここをねもう一回、ここが裏になるところなので、一個先かな、この辺で一回拾っといて、はい。でこれをこうか、ちょっとこれかけてね、でこれでいいんじゃないかな。でここを糸処理していこうと思います。はい。でこれを糸処理していこうと思います。まあ臨機応変にね、この辺は上にするか下にするかなんつうのはそれで決めていけばいいと思うんで、はい。であとは目をちょっと補修する感じでちょっと見てあげてね、ちょっとどの辺に通したら綺麗に見えるかなっていうのをねちょっと探して、でそしたらこっちに下ろしていきますね。こうか、こういう方向で、なんだ、このゴム編みの場合はね、糸処理の方向を間違えるとあれなので、糸処理の方向は基本縦でございますね。はい、ゴム編みの場合は。ゴム編みっていうかなんだ、伸びるか、横に伸ばすようなものはそういう感じかな。縦にやっていくのは基本。横に伸ばすもの横にゴミね処理していくとビヨンって伸びてあれしちゃうからね。なので伸びちゃうからね。だから横に伸ばすものの場合は縦に糸処理をしていきますね。はい、こんな感じでこれでいいと思います。これで OK ね。直近で、そしたらこっちの糸処理も全部するんですけど、こいつが変なとこが出てるわけですね。こうやって最初にちょっと止めるつもりで置いといたところなので、ちょっとこれをこう外してあげて、はい、外してあげて、で都合のいいところ、こっち側ですね、こっち側の方にこの辺に多分入れてあげるといいんじゃないかな。不自然にならないところに入れてあげればいいので、こっち側にちょっと通してあげて、で裏側に通してあげればいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。はい。でここで処理をします。はい、とりあえずこんな感じでできました。なんかちょっと目がでかいところ1箇所あるけど、これなんだ、これ裏からちょっと引っ張ってね、こういうのね気になるところね、はい、はいはい問題ないです。はい。でここが今閉じたところですね、伏せ止めしたところですね。はい。まあこんな感じになってます。で下は普通の作り目で編んだところこんな感じです。こっちはもうこれ以上伸びないので、これはもう少しいくかな。あ、でも同じぐらいかな。同じぐらい
大体同じぐらいですね。いい感じ、いい感じ。同じぐらいなので、どっちを上にしてもいいかと思います。そしたら、やっぱり目の方を考えたら、こっちを上にしたいかな。はい。なので、今、止めた感じの、伸ばないじゃねえよ。伸びない、その糸を引っ張らない程度に、こう、かぶせていくと、まあ、こんな感じで、最初の作り目と同じぐらいな感じになると思います。これだと全然邪魔しないと思います。なので、私は、基本的には、まあちょっと、なんて言ったらいいの、その足の途中でね、止まっててほしい部分っていうのがあるんで、少し、その、一目ゴム編みの止め方とかみたいに伸びるわけではないかもしれないけど、でもそこそこ広がって、でもちゃんと止まるぐらいの感じなんで、私的には多分ちょうどいいと思います。ちょっと試してみてもいいんだけど、試してみる。片足だけちょっと、片足だけね、試してみるよ。片足だけ。だって片足しかできてないからねっていうはい。ちょっと通してみます。よっと。はい。お見せすることはできませんよ。足太いんで。大丈夫ですね。大丈夫です。いい感じ。もう、ふくらはぎにもうちゃんと通って、上まで行って、ほいでいてちゃんと止まっててくれるけど、その上で止まってるところがこうきつくはないっていう。ただ、こうずり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 落ちてくる感じも多分おそらくこれぐらいだったらないと思います。この私のしっかりめふくらはぎでね。うん。いいんじゃない？いいじゃないの。ちょっと待ってね。ちょっとズボンの上からはめてみようみたいなね。ズボンの上からもバッチリです。大丈夫です。よっすね。よっす。緩くもないし、できつくもないし、ちょうどいい。ズボンの上からだったら見せてあげたいぐらいだけど、まあいいや、ちょっと、靴下が今日ダメなんで、はい、はい、参戦。参戦ということで、はい、ドヨヨンと。今ちょっとはめてみたんで伸びてますけども。よいしょ。はい。まあこんな感じで、はめることができましたね。こっちは大丈夫です。こっちは全然伸びないんですけど、こっちはねやっぱ伸びちゃうんだよね。ピューってやってまあでもこのぐらいだったら全然 OK です。ということで完成じゃないね。完成じゃない。そっか。まだあったよって話ですね。はい。なので、これ出来上がったら、両方出来上がったら、まあ、インスタにでも写真載せとこうと思います。はい。こんな感じで皆さん、マジックループで、2色の、イギリスゴム編み、ブリオッシュ編みっていうのをちょっとね、今日やってみました。はい。本当にね、これ、私結構好きなんだよね。で、ふわふわなわけよ。これで、最初本当はスヌーダーもと思ったね。スヌーダーもと思ったんだけど、まあ、ちょっとレッグウォーマーの方が最初かなと、ね、ないから、先かなと思ってレッグウォーマーを編みました。ふっかふかのふわふわなんで、よろしければ皆さん編んでみてください。まあ、2色が難しいから1色でやりたいけど、ちょっとやり方ようわからんやってくれっていうリクエストがある場合にはコメントの欄の方に書いておいてください。1色でやる方が全然楽です。もちろん。はい。というわけでございます。はい。本日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画ですぐにお会いしましょう。ということで、本日はここまで。さよなら。いやね、ほんと寒くなってきて、いやでも昼間の気温ね、まあね、今ね、そうだね、だいたい15度前後ぐらい。だから、すっごい寒いわけじゃない。すっごい寒いわけじゃないんだけど、うすら寒いっていう。ねで、最大気温がね、まあ、一桁台ですよ。一桁台。一桁台になってきて。まあ、山の方はね、もうね、雪がちらついてます。まあ、日本はもちろんね、富士山もね、かぶったと思うんですけど、全然かぶってると思うんですけど、まあ、こっちも山の方は降ってますね。もうね、そんな時期になってきました。そうだよね。もう少し11月だもんね。そうか、11月。11月だ。11月が近づいたらまたお知らせがございますね。いろいろなお知らせがございますよ、きっとね。まあ、それも楽しみにしててくださいね。ということで、今日はこのぐらいにしとこうか。じゃあ、そういうわけで、はい、バイバイ。